白菜と春雨のトロトロ煮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、白菜と春雨のトロトロ煮を作っていきたいと思います。今回ね、白菜は1分の1カット使っていくんですけれども、白菜はトロトロ、そして春雨はプリプリに仕上げるコツなどをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、豚ひき肉、春雨、生姜、小ネギ、こちらの材料を使って作っていきます。まず白菜なんですが、こちらは4分の1個使っていきます。重さで言うと今の状態で約 420g の白菜になります。こちらは目安にしてみてください。そしてひき肉ですね。今回は豚ひき肉を使います。こちらはですね、鶏ひき肉などで代用していただいてもいいかなと思います。そして春雨に関しましては、今回ショートタイプの春雨を使用していきます。長いものに関しましては、食べやすい長さに切って使うようにしてください。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、料理酒、オイスターソース、鶏ガラスープの素、お砂糖、片栗粉、塩コショウ、サラダ油、こちらの材料を使って作っていきます。今回のポイントはですね、オイスターソースですね。オイスターソースを少し加えていただくことで旨味とコクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。そこに少しお砂糖を加えていただくことで味がまろやかな仕上がりになります。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきます。まずはじめにですね、こちらの春雨を熱湯で戻していきます。まずこちらを容器の中に入れて広げてください。そしてここに熱湯をかけます。春雨がしっかり浸かるまで熱湯をかけてください。そしてこのままですね、春雨が少し柔らかくなるまで置いておきます。こちらの春雨はね、最後一緒に炒めていきますので、少し固めになるように戻しておきましょう。もしね、袋に記載されている戻し時間がありましたら、それよりも1分短く置いてください。こちらはですね、3分ぐらい茹でるものなので、2分このまま置いていきます。はい、2分経ちました。春雨の芯がね、ちょっと残って少し硬いぐらいになってれば OK です。そしたらですね、こちらを一度湯切りしてください。春雨の準備はこれで OK です。こんな感じでちょっと硬めに仕上げてください。こちらをこのままね、湯切りした状態で置いといてください。それでは続いてね、白菜を切っていきます。まず白菜の芯を切り落としましょう。切り落としたらだいたい 2,3 センチ幅で切っていきます。はい、このように切ってください。そうしましたらこちらの白菜をさっと水洗いします。このね、根元部分には土とかが残ってることが多いので、この根元部分は特にね、しっかり洗うようにしてください。はい、水洗いしました。そしたらざるにあけてペーパーで水分を軽く拭き取りましょう。白菜はこのままざるにあけて水を切っておいてください。それでは続いて生姜を切っていきます。まずはじめに生姜の皮を剥きましょう。はい、そしてこちらの生姜はみじん切りにします。切りやすい方法でみじん切りにしてください。生姜はこれで OK です。はい、それでは続いて小ネギを切っていきます。小ネギもですね、水洗いしてしっかりね、水分を拭き取ってください。まず根元を切り落とします。そして半分に切って、また半分に切ります。あとはね、切り口を揃えて小口切りにしましょう。こちらの小ネギはね、トッピングに使っていきます。はい、小ネギはね、このように切っておいてください。それでは続いて水溶き片栗粉を作っていきます。器に片栗粉と、あとはお水を入れてください。そしてよく混ぜましょう。はい、水溶き片栗粉はこれで OK です。こちらはですね、ちょっと経つと沈殿してしまいますので、このように混ぜた泡立て器は一緒に置いておいてください。それでは続いて味付けのね、調味料を合わせていきます。まずはじめにオイスターソースを加えます。そしてここに料理酒を加えてください。そしてまずね、これだけをよく混ぜてください。オイスターソースがね、ダマにならないようにしっかり混ぜましょう。そしたら続いてここにお醤油、そしてお砂糖、そして鶏ガラスープの素を加えてください。これをよく混ぜましょう。
はい、このようにしっかり混ぜてください。味付けの調味料の準備はこれで OK です。このようにね、あらかじめ混ぜていただくことで味ムラを防ぐことができて、あとはね、作業もスムーズにいくと思います。なのでね、あらかじめきちんと混ぜておいてください。それではね、炒めていきます。まずフライパンにね、サラダ油を敷いてください。そして火にかけます。火加減中火です。このままだいたい30秒ほど一度ね、油を温めます。その間にね、油もフライパン全体に広げてください。30秒ほど経ったら、ここにね、豚のひき肉を加えます。あとね、生姜も一緒に入れてください。そしたらね、豚のひき肉を全体にまず広げます。その間にね、生姜も一緒に広げてください。そしてこのまま広げた状態で動かさずに、まず軽く焼き色がつくまで焼いていきます。そうすることでね、ちょっと香ばしい仕上がりになります。火加減はそのまま中火で OK です。はい、で軽く焼き色がついたら裏返します。やけどしないようにね、注意してください。はい、このように裏返してください。この時ね、あんまりほぐさなくて大丈夫です。そうすることでお肉のね、ゴロッとした食感も楽しめます。はい、で片面もね、軽く焼き色がついたら適当にね、このようにほぐします。ざっくりね、ほぐすぐらいで OK です。そしたらこの中に白菜を加えてください。そしてここに塩コショウを振ります。こちら適量です。そして一度全体をよく混ぜましょう。白菜にひき肉の油をね、染み込ませていきます。はい、OK です。このように少しね、白菜がしんなりしてきたら、ここに先ほど混ぜておいた調味料を回しかけてください。そしてあとお水も加えます。そして一度ね、よく混ぜてください。はい、でよく混ざったら蓋をして火加減弱めの中火です。このまま15分間煮込んでください。はい、15分経ちました。蓋を開けてください。こんな感じでね、白菜がね、すごく柔らかくなってます。そしたら一度混ぜましょう。軽く混ぜたらここに春雨を入れてください。そしてね、春雨をほぐしながら混ぜてください。はい、でこのようにね、全体をよく混ぜたら蓋をして、今度は火加減弱火です。このまま3分ほど煮込んでください。はい、3分経ちました。蓋を開けます。これでね、春雨にも味が染み込んでれば OK です。そしたらですね、先ほど作っておいた水溶き片栗粉を加えます。水溶き片栗粉を入れるときはですね、一旦火を止めてください。そしてこちらをですね、もう一度よく混ぜて、このね、クツクツが収まったらここに回しかけます。回しかけたら素早くね、混ぜてください。まだ火にかけない状態です。火にかけた状態でやるとダマになってしまいますので、必ず火を止めた状態で行ってください。はい、OK です。そしたらもう一度火にかけて火加減中火です。このままね、1分ほど煮込んでください。はい、OK です。全体的にとろみがついたら火を止めてください。これで完成です。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これで白菜と春雨のとろとろ煮の完成です。こんな感じに仕上がりました。白菜はね、このようにとても柔らかくてとろとろに仕上がってます。最後トッピングで上に小ネギと、こちら分量外ですが黒胡椒をかけてます。黒胡椒をかけるとアクセントになってとても美味しいので、辛いのが苦手じゃない場合はぜひかけて食べてみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。とろとろで味がしっかり染み込んでます。そして春雨の食感もプリプリです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の白菜と春雨のとろとろ煮のポイントです。まず春雨についてなんですが、今回は短いタイプの春雨を使ってます。もし長さのある春雨を使う場合は、戻した後に食べやすい大きさに切って使うようにしてください。そしてこちらの春雨に関しましては、一番初めに熱湯をかけて軽く戻しておいてください。あんまり熱湯に入れっぱなしにしてしまうと、春雨がすごく柔らかくなってしまいますので、ちょっと硬い状態で熱湯から上げる
るようにしてください。そして今回はひき肉も加えてます。こちらのひき肉はですね、鶏ひき肉を使っていただいてもいいですし、あとはですね、豚の細切れ肉やね、豚バラ肉を使っていただいても美味しく召し上がっていただけます。お好みのものを入れて作ってみてください。そして今回はね、ひき肉に軽く焼き色をつけてます。少しね、焼き色をつけていただくことで旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。そしてその後ですね、味付け調味料とお水を加えて15分ほどしっかり煮込んでください。そうすることで白菜がトロトロに仕上がります。そしてその後春雨を加えるんですが、春雨はですね、白菜と一緒に15分間煮込んでしまうとブヨブヨになってしまいますので、15分煮込んだ後に加えるようにしてください。そしてその後最後にとろみをつけるんですが、水溶き片栗粉を入れるときはですね、必ず火を止めた状態で加えて混ぜるようにしてください。火をつけた状態で入れてしまうとダマになりやすいので注意していただけたらと思います。今回の分量でだいたいね、3人分から4人分ほどあると思います。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は白菜と春雨のトロトロ煮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。